突然ですが、皆さんは萌え木色と聞いてどんな色を思い浮かべますか？若葉のような萌え木色、青ネギのような萌え木色、どちらも萌え木色と発音します。平安末期から今日に至るまで萌え木と萌え木の混乱が続いていると、伝統色について解説する書籍などにも記載があります。今回はこの2色の混同の歴史を含め、萌え木色と萌え木色を一度に深掘りしていきます。過去動画長春色に引き続き、今回も一粒で二度おいしい動画となっております。動画の最後にはそれぞれの萌え木色に合う配色もご紹介しますので、最後までごゆっくりお楽しみください。皆様こんにちは。シェイズオブ日本です。このチャンネルでは日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しております。本日ご紹介するのは緑の季節にふさわしい2つの萌え木色です。黄色と書く萌え木色、ネギ色と書く萌え木色があり、JISの慣用式名においても2色は明確に区別されていますが、平安末期から現在に至るまでこの2つの式名は混同の歴史を重ねており、この2色を別々にご紹介するよりも一度にご紹介した方がより深くその背景をお伝えできると考えました。萌え木色を通してきっとあなたもまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。この色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。今回は緑系の色ということで、僕ずんだもんがお送りします。まずは黄色と書く方の萌え木色からご紹介します。萌え木色、JISの慣用式名では強い黄緑、他にも緑みの冴えた黄緑などといった表現もあります。平安時代、春に草木が芽吹くことは萌えいずるという言葉で表され、この芽吹いたばかりの若い葉の色に由来する平安時代からある式名です。江戸時代の有職古実書慶常雑記には、萌え木色というは春の頃、木の葉の萌えいずる時の色なり、されば萌え木と書くなり、萌え木色と書くは誤りなり、木の字を用いるべしとし、萌え木が正しいと書かれていますが、現在はほとんど見ることがなく、萌え木か萌え木との表記が大半を占めています。こちらの萌え木色に対応する英語名はシャルトルーズグリーンであると、伝統色関連の書籍などに記されているのを見かけます。海外の方に向けて萌え木色がどのような色かを説明する際には伝わりやすい式名である一方、日本国内においてはJISの慣用式名の中に萌え木色とは別にシャルトルーズグリーンという式名が存在し、その色味は微妙に違います。シャルトルーズという言葉は1605年から現在に至るまでフランスの修道院にて秘伝のレシピで作られている薬草系リキュールの名称シャルトルーズベールに由来します。シャルトルーズはリキュールの女王とも呼ばれ、その美しい黄緑色はシャルトルーズグリーンと呼ばれています。日本ではお酒に詳しい方以外にはあまり馴染みのない式名かもしれませんが、海外の方にとっては一般的な式名ですので覚えておかれると便利かもしれません。続いてネギと書く方の萌え木色です。JISの慣用式名では暗い緑、こちらは青ネギの新芽のような濃い緑を指す式名であり、この色の具体例としてはタンスの覆いである湯炭と呼ばれる唐草模様の風呂敷の色や、歌舞伎の常識幕において柿色、黒とともに用いられる色として広く知られています。江戸後期、曲亭馬琴によって書かれた交渉随筆言動方言、これは歴史や地理、人物、言語、動植物について本草項目や和名類住所をはじめとする数多くの名だたる和漢の書から引用し、考証・研究を修正した書物です。本書の中にネギおよび萌え木、
萌木についての興味深い一節がありますので抜粋してご紹介します。国人の染色に浅木萌木などという木は皆ネギの仮字なり、本草項目において自鎮曰くニラは茎を九白と名付け根を九香と言えり、およそ早急の書生なお茎のうちにあるものは木なり、かかれば4に浅木萌木に木の字を仮持ちうること深く咎むべからず。現在日本の伝統的な染色において浅木や萌木などに使われている木の字は皆ネギの仮字、つまり当て字です。明の本草項目において著者の李自珍はニラの茎を九白、根を九香と名付けたと言っています。おしなべて生え始めたばかりのネギやニラは茎の内側の部分がまだ黄色いものです。ですから世間一般で浅木や萌木に木の字を借用することを激しく咎めるべきではありませんと書かれています。色を厳密に決めつけるのではなく、ネギという植物が持つ色彩の幅を丸ごと受け入れるかのようなおおらかさが見て取れます。どちらの萌木色も黄色から青の間に位置する色であり、黄色に傾くと萌木色、青に傾くと萌木色になると言われています。現在も両者の混同は続いているため、唐草模様の湯炭や常識膜などの萌木色が萌木色と記載されているのもよく見かけます。かくいう私たちも過去動画團十郎茶の中で歌舞伎の常識膜の色や種類についてご説明しました際、動画内に焼き込みました字幕などにおいてうかつにも萌木色とのご記をいたしております。動画のコメント欄に謝罪訂正文を掲載させていただいておりますが、改めましてこの場をお借りしお詫びして訂正いたします。時代を平安時代まで遡ります。日本では古来より着物の表地と裏地の色の取り合わせや薄物の2枚重ねによる色の重なりを重ね、あるいは十二一重に代表される重ね着による色の取り合わせを重ねと呼び、これらの色の重なり合わせによって四季折々の自然界の色彩を表現し着用してきました。数々の過去動画の中において様々な重ねのパターンをご紹介してまいりましたが、萌木色はこれらの重ねを構成する重要な基本色の一つであり、古くから様々な重ねの中に用いられてきました。その一例をご紹介しましょう。左から桃の重ね、ツツジの重ね、藤の重ねです。表地がそれぞれの花の色を表現し、裏地の萌木が葉や茎の色を表現しています。さらにこの重ねにおける萌木色には薄萌木、萌木、別名中萌木、濃き萌木と3段階の濃さがあり、それぞれが重ねの構成に深みを与えています。薄萌木や濃き萌木を使った重ねの一例をご紹介しましょう。まずは薄萌木と濃き萌木の2色で構成されているよもぎの重ねです。また表が萌木、裏が濃き萌木で果樹の重ね、表が萌木、裏が淡萌木で初もみじの重ねとなります。重ね着の方の重ねの中においてももちろん萌木色は重要な構成色の一つであります。重ね着の重ねにおいて統一色の濃淡のグラデーションで構成される重ねを匂いと呼びますが、その中に萌木の匂いという重ねも存在しますので、重ね着に使用される萌木色の例の一つとしてご紹介します。平安時代末期に成立した平安装束の有則古実書正助装束章では五つ絹とも呼ばれる内木と一重の構成で色目を表現しています。本書の説明には上は淡くて下へ濃くにおいて紅の一重とあり、外側からより淡い薄萌木、薄萌木、萌木、萌木、濃い萌木、そして一番内側の一重が紅という色になり、これは四季を通じてお祝い事の際に着用された重ねの一つだと言われています。余談ですが、江戸時代から栽培されている珍しい八重桜の一つに淡い萌木色の花を咲かせる魚意香という名の品種がありますが、魚意とは貴族の衣服を意味し、魚意の萌木色に近い色であることからこの名が付けられています。萌木色は萌え出る若葉、新緑の色であることから若さを象徴する色とされ、平安時代には若者向けの色として愛好されました。平安末期から鎌倉時代にかけて武士が台頭するようになっても萌木色は若さを表す色として受け継がれました。
鎌倉時代末期の装束書狩衣装では萌木の説明として、若者の着る色であり、17、8歳から21歳までこれを着ると明確に記されています。武士の鎧の表面というのは小実と呼ばれる無数の小さな鉄の板、そしてその小実同士をつなぎ合わせるための脅しと呼ばれる主に鹿革や絹、他に麻や木綿製の組紐の緒で構成されます。脅しは元来脅しと書かれ、これは作成方法である脅すという言葉に脅すの字が当てられました。脅しに使う王は脅し毛と呼ばれ、脅し毛の配色は平安貴族の装束に見られる重ねの色目の影響も受けており、その配色は脅しの色目と呼ばれています。萌木色は装束における重ねと同様に脅しにおいてもその基本色の一つでした。萌木色が使われた脅しの色目の一例をご紹介します。配色については重ねの色目同様諸説ありますので、一つの参考としてご覧ください。左から萌木糸脅し、萌木匂い脅し、萌木裾子脅しと呼ばれる配色です。脅しの場合の匂いも装束の重ねと同じくグラデーションのことを意味し、裾子とは字のごとく裾に行くにつれて色が濃くなっていく匂いの類型の配色です。当時の武士たちの装束を克明に記録している平家物語などの軍記物語において、萌木脅しの鎧はそれを身にまとう人物が若武者であることを示すものとして描かれています。一ノ谷の戦いにおいて源氏の武将熊谷直実との一騎打ちの末に散った平家の貴公子平敦盛16歳または17歳の彼は平家物語の中で萌木匂い脅しの鎧を身につけていたと記されています。また屋島の戦いで扇の的を射抜いた20歳の弓の名手那須与一も萌木匂い脅しの鎧を着ていたと描写されています。ご覧いただいているのは13世紀鎌倉時代に描かれた国宝平治物語絵巻の一部です。平治の乱を題材とする軍記物語平治物語を描いた合戦絵巻であり、萌木脅しの鎧を着た武士たちの姿が見られます。また江戸時代に描かれた一ノ谷合戦図屏風や屋島宇治川合戦図屏風、須磨寺所蔵の平敦盛像などをはじめ、武士を描いた多くの古い資料において脅しの萌木色はそのほとんどがネギの方の萌木色で描かれております。一方、国立国会図書館デジタルコレクションにて萌木脅しとネギの萌木脅しでそれぞれキーワード検索してみますと、現時点において萌木脅しは1571件、ネギの萌木脅しは132件のヒットがあり、書籍の中における表記では黄色い萌木表記がほとんどでした。古今東西のさまざまな資料を拝見しておりますと、あくまで試験ではありますが、貴族の重ねの色目は黄色い萌木色、武士の脅しの色目はネギの萌木色にそれぞれ近い色味であったように感じられます。視覚デザイン研究所著定本和の色辞典においてもこの2色について平安末期から混同が今日まで続いているといった内容の記述がありますが、おそらくこの辺りが混同の始まりなのかもしれません。ここで萌木色をはじめとする当時の緑色の染色方法について触れておきます。草木を緑色にしている色素葉緑素クロロフィルは水に溶けないため、緑の葉を煮出しても布を緑色に染めることはできません。日本固有の植物である山藍を使う技法もありましたが、色が薄く定着しにくいものでした。植物が持つ緑の色素は光に弱く退色しやすい上、繊維に浸透しにくく色が定着しないため、単独の緑色染料で布を永続的に染めることは不可能とされていました。そのため緑色を出すには木肌やカリヤスといった天然の黄色染料で布を下染めし、その上から藍を使って青色を染め重ねる、あるいはその逆の順序で染め重ねるという手法が取られました。しかし天然の黄色染料もまた光に弱く退色しやすいという特徴があります。長い年月が経つと黄色の色素が抜け、布はだんだんと青みがかっていくことになります。明るい黄緑色の萌木で染めた布が時間の経過とともに青みの強い萌木色のような色へと変化していったことも、この2色が長らく混同されてきた理由の一つかもしれません。また先ほど糸脅しの材料は絹が主ですが、
綿や麻も用いられたとお話ししましたが、萌木の染色は綿や麻などの植物素材ですとより青みがちに仕上がるとも言われ、この素材による発色の違いもまた萌木色がネギの萌木色に傾く原因の一つであったかもしれません。時代が下り江戸時代に入ると萌木色は庶民の暮らしにも広がっていきました。寛永3年1626年、近江商人の西川二代目甚五郎は箱根越えをしていた折、疲れ切った体を休めようと木陰に身を横たえた際、まどろみの中で一面に緑のツタカズラが広がる野原にいる夢を見ました。ツタカズラの若葉の色が目に生えてまるで仙境にいるようだったのだそうです。この両味あふれる緑に囲まれたシーンを目にすれば、茅の中にいる人の気持ちを和ませ爽快な気持ちにさせるであろう。このイメージを茅に再現、茅の麻生地を萌木色に染め、紅色の縁取りを施して売り出します。この近江茅は目にも涼しく、また当時は萌木色は邪気を払い雷よけの力があると信じられていたことも手伝い、大ヒット商品となりました。俳人の小林一茶も馬までも萌木の茅に寝たりけりという句を残しているほどであり、この茅がどれだけ世に広まっていたのかがわかります。この近江茅は広く世の中に浸透したために当時の絵画などにも数多く描かれていますが、そのほとんどが青みの強いネギの方の萌木色で描かれています。麻や綿が絹に比べて青みの増した染め上がりになることは先ほどもお話ししましたが、この近江茅は麻製です。言葉としての表記と実際の色味が必ずしも一致しないこと、厳密に区別しきれずおおらかに混同されたまま現代へと受け継がれていること、それこそがこの2つの萌木色が持つ歴史のリアルであり、日本の伝統色の面白さでもあると言えるでしょう。ちなみにこの茅を発売した商店ですが、現在も続く老舗寝具メーカーとして有名な布団の西川であり、創業はなんと1566年です。西川の公式ウェブサイトには室町時代から続く西川の歴史を紹介しているページもあり、萌木の茅についての記載もありますので、動画の説明欄にリンクを貼らせていただきますので、ご興味のある方はぜひ訪れてみてください。萌木色、そして萌木という名は現代の私たちの身近な場所でも使われており、企業や商品のシンボルカラーとしても採用されています。 JR 北海道こと北海道旅客鉄道株式会社のコーポレートカラーは萌木色です。長く厳しい冬を耐える北海道の人々にとって春の象徴ともいえる草木の若葉の萌木色は特別な意味合いを持つ色です。広大な大地に広がる豊かな若葉、新緑のイメージと未来に向かって伸びゆく鉄道の躍動感を表現しているのだそうです。また日本のワインブランドシャトーメルシャンからは日本産のブドウのみで作られた萌木という商品名の白ワインが販売されており、公式サイトには次のような説明があります。名前の萌木とは日本の伝統色で、春の頃木々が燃え出す時期の鮮やかな黄緑色のことで、このワインの生き生きとした味わいを色になぞらえて名付けられました。若葉の萌えいずる様、爽やかで生き生きとしている様を形容する際には現在も萌木という伝統色が採用されています。また冒頭でもお話ししましたように、萌木色と萌木色は現在はJISの慣用式名においても明確に別の色だと定義づけられておりますが、両者の読み方が同じであるために話し言葉の中においてはどちらの萌木色なのか混乱を誘う事象は現在も続いてしまっております。そんな時は先ほどの極低馬金の言葉を思い出し、強く咎めることなくおおらかにいきたいものです。ここでは萌木色と萌木色を引き立てる配色をご紹介します。なお動画内のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。配色の見本帳というサイトでは萌木色と相性の良い色がいくつか紹介されています。それらの色のヘックス値に近い伝統色を抽出し採用させていただきました。1つ目は黄色い萌木色と花田色との配色です。色相関を3等分したうちの2つの色を使った配色であり、2色で収まりが良いオポーネント配色と呼ばれる配色です。これら2色の調和を生かしたグラフィックやファッションのイメージを
AI に作成してもらいました。その世界観をどうぞご覧ください。2つ目は萌木色と萌木色との配色です。これは色相とトーンのグラデーション配色です。この2色を用いたグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いつもお世話になっております和田三蔵町配色辞典からも一つご紹介します。3つ目はネギの萌木色、洗剤茶、クワイロシラ茶、柿つばた色との配色です。緑系の濃淡のグラデーションに色相間で反対に位置する紫の柿つばた色が差し色として美しく映えます。これらの4色を用いたイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。萌木色と萌木色、ジャパンサーチやコルベース、文化遺産オンラインをはじめとした日本のさまざまな古い収蔵品を閲覧できるデータベースにて、ぜひそれぞれの色名を検索してみてください。資料の名称は萌木ですが、実際の色味は深い緑色の萌木色であったり、逆に萌木と記されながらもみずみずしい黄緑色の萌木色である衣装や美術品があるのを確認でき、萌木色という色名のレンジの広さを楽しく実感していただけることと思います。素材の違いや時代ごとの流行、色あせる黄色染料の性質や経年劣化などさまざまな要因のもとに、この2つの色は混同されながら常に日本人の暮らしの中にありました。化学染料のない時代、均一に仕上げることの難しい天然素材を用いて望む色を作り出す先人たちの技術の高さや繊細さ、そして想像もつかないその苦労に改めて思いを馳せます。皆様もぜひお気に入りの萌木色を見つけてみてください。そして私たちにもぜひ気軽にシェアしてもらえましたら大変嬉しく思います。このチャンネルではこれからもさまざまな日本の伝統色を深く掘り下げご紹介してまいります。もし本日の内容をお楽しみいただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると励みになります。また次回の動画がアップされたことがすぐにわかりますように通知のベルマークをオンにしてお待ちいただけますと幸いです。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ファッションやデザイン、そしてデジタルでの発信など、皆様が日々の暮らしの中で色を選び表現する際に、この動画がその思いを届けるためのほんのわずかな一助となれましたらこの上ない幸せです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。